どうも、ベニマルでございます。以前にこのモーニングスター ML5 というスイッチャーを紹介したんですけど、その ML5 がさらに進化して ML10X として登場しました。もともとこの ML5 ってフットスイッチのないスイッチャーって感じで斬新で便利な機材だったんですが、そんな ML5 とほぼ同じ小ささでありながら ML10 は最大ループ数が10に増えてたり、接続順の入れ替えなんかもできたり、異常なまでの多機能っぷりになってます。どんな感じなのか早速見ていきましょう。まずこの進化した ML10 の前に以前に紹介した ML5 がどういうものだったかおさらいしてみましょう。これフットスイッチのないスイッチャーだと言いましたが、代わりにこのボタンをポチポチすると5つのループがスイッチできますよと。手で使うスイッチャーとして使ったり、MIDI コントローラーやマルチを接続することで、このちっちゃさで本格的なプログラマブルスイッチングができますよといった機材でした。ぜひね ML5 の動画も見てほしいんですけど、 ML10 になってそこからざっくり何が進化しているのかというと、まず名前からも分かる通り最大ループ数が倍の10に増えてます。そしてパッチごとに各ループの接続順を自由に入れ替えできる。さらにスピルオーバー、ループオフにした時に空間系の残響を残すやつですね。それができたり、極めつけは内部で信号をパラレルにできるのでステレオに分けたりとか、あとブレンダーみたいなこともできたりします。これいろいろ可能性が広がりまくりですね。じゃあそんな ML10 細かく見ていきたいんですが、ここからは実際にパッチを作りながら紹介したいと思います。ML10 順番の入れ替えができたりするおかげで操作にもちょっと特徴があります。まずはシンプルにこのオーバードライブをつないだ歪みの音を出せるようにしてみましょう。これ今空のパッチを選んでるんですけど、 ML10 初期状態のパッチだと音が出ません。自分でどのループをどういう順で通るのかという接続順を決めてあげる必要があります。今画面見るとインプットチップとか A チップとか書いてますが、最初にやりたいのはギターから来た音、インプットをオーバードライブがつながっている A のループに送りたいです。なので一旦インプットチップを選んでみましょう。そうすると今選んだインプットの音をどこに送りますかというのを聞かれるので A に送りますと。これで今インプットから来た音がオーバードライブに入りました。じゃあこれで完成かと思いきや、まだ音出ないんですね。今度はオーバードライブを通って帰ってきた音を出口、アウトプットに送ってあげないといけません。なんかこの感じ某ゾイヤを思い出しますね。A の戻りをアウトプットにつないで無事オーバードライブがかかりました。なんかちょっとむずくねという声が聞こえてきそうなんですが、そういう時はね、Web エディターの方見てみましょう。ML10 に限らず、モーニングスターの製品って Web エディターがめっちゃ優秀で、しかも今回 Type-C 接続なのがポイント高いんですけど、今度はこのエディターを使ってオーバードライブとディレイをつないだ音を作ってみましょう。これまずインプットチップ。これ全部チップとリングというのがあるんですけど、今はリングは気にしないで大丈夫です。インプットからギターの音が入ってくるので、まずは出口、アウトプットチップをポイッと。これでまず何のエフェクトもかかってない音が出ます。で、この間に B のループを入れてあげるとディレイがオンになります。今しれっとやったんですけど、スピルオーバー。これディレイのループを切った時に残響を残せるんですよね。
これのおかげでギターソロの終わりとかに自然なスイッチングができますね。ちょっと脱線しましたが、今度はオーバードライブ A のループをディレイの前にポイッと入れてあげれば2つのエフェクトがオンになります。これで2つのパッチ、ディレイのありなしが完成したので、切り替えて演奏できるようになりました。音切れとかは当たり前にありませんね。今ボタンでね、パッチ変えてますけど、実践ではこういう MIDI コントローラーとかマルチから切り替えると演奏しながら操作できます。ちょっと操作複雑に感じるかもしれませんが、このおかげで ML10 は接続の順番を変えることができます。これ今歪みとピッチシフターですけど、ピッチシフトって歪みの前か後かでだいぶニュアンスが変わるので、こうやって気軽に変えれるとアイディアが膨らんで良いですね。こっからは応用編です。まず ML10、名前に10って入ってるのでわかるんですが、最大で10ループできます。ただ本体見てみると穴が5セットしかないですよね。これどういうことというと、一個一個の端子がなんとステレオになってます。さっきパッチを作った時を思い出してほしいんですが、チップとリングというのがありました。これギターで使うモノラルフォンプラグ。これチップに音が流れてるんですが、こういうステレオフォン TRS 使ってあげると、チップとリングそれぞれに別の音を通せるんですよね。なので例えばこういう Y ケーブルを使うと、1つの穴を2つのループとして使えます。わかりやすいのがステレオ。これブルースカイステレオで鳴ってるんですが、左右の音を一つのリターンに戻してますね。で、そのまま ML10 からも TRS でアウトプットしてるので、ステレオで録音できてますよと。最近はチェイスブリスみたいに TRS1 本でステレオ接続できる機材も増えてるので、そういうのならめっちゃスマートにステレオのボードが作れそうですね。ステレオじゃなくても Y ケーブルでそれぞれ別のペダルにつなげば単純に2つのループとして使えます。なのでちょっと配線がカオスにはなるけど、このサイズで最大10ループできちゃいますよというわけですね。極めつけとして ML10 信号をパラレルにできます。PC エディター使うと、さらに進んだアドバンスモードというのが使えるんですが、そうするとなんと信号を2つに分けたり戻したりできます。こうやってブレンダーみたいにね、ギャリギャリのファズにぶっとい歪みを足していい感じにしたりとか、ミキサーではないので音量はあくまでペダル側でバランス取らないといけないんですが、これいろいろ可能性広がりまくりで楽しいですね。こんだけのことがしかもこのサイズでできちゃうよと、 ML10 のヤバさが分かっていただけたかと思います。最後にこの ML10 兄弟機に ML5 があるんですが、これ10が5の完全な上位互換かというと、そういうわけでもないんですね。ここまで見て分かったかもしれないんですが、ML10 高機能になった分ちょっと複雑にもなってます。
一番わかりやすい例として、この ML5、ここのボタンをポチポチと押すだけで、一時的にそのループをオンオフできるんですよね。で、ML10 はどうかというと、なんかメニューに入って、このめっちゃ小さく表示されているチェックボックス。これを付け外しすると、ループを一時的にオンオフできます。ただちょっと操作量も多いし、字もちっちゃいし、あんまり頻繁にやりたい操作ではないので、ML10 は基本的にこういう MIDI コントローラーと組み合わせてねということだと思います。対応するコントロールチェンジ送るだけでオンオフできるので、本体でやるより圧倒的に楽です。ってな感じで ML5 と ML10 同じような形、同じような機材に見えて、使う人のスタイルでどっちが合うのかかなり分かれると思います。本格的な MIDI 管理のボードでゴリゴリに面白いことやりたいよ、ライブもするよという人は10。自分はそこまではいいかなと。分かりやすくて小スペースの MIDI スイッチャーが欲しいというなら ML5 っていう感じでね、うまく住み分けできてるなといった感じでございます。ということで ML10 の紹介でした。この小さいボディ一つで要塞級のペダルボードが賄えちゃうぐらいのポテンシャルの高さは、これほんとすごいですね。MIDI でがっつりライブしてると結構欲しくなる機能が全部詰まってるので、自分もこれでこれから新しいボードを作ろうかなと思います。個人的に1個だけ ML10 完全バッファードなのでね、サンフェイスというかファズフェイス系がつなぎづらいんですよね。ML5 はドライだったりもするので、結論両方使いましょう。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。